椿だぜ。チカなのよ。リクエスト来てた。去年のクリスマスの話じゃないか。そのあたりからベルスこすりまくってるのよね。セラムーン、これはセーラームーンのことだな。友達の家で一度はそんなことのあるタイトルだぜ。はい。ということで本日は美少女戦士セーラームーンをプレイしてもらうわよ。すいません。一つよろしいでしょうか？何かね。一般的にはこっちだと思うんですが。パッケージ見ればわかるでしょ。大体同じだから問題ないわ。今年は有名タイトルをこすっていくって言ってただろ。なんであえてマイナーな方をやろうとするんだよ。弊社では定期的にセガを摂取する必要があるのよ。つばちか。マジな話、なんでメガドライブで売ろうとしたんだ？謎しかないわ。月に変わっておしゃきゃ。そもそもスーファミ版の方だってメインの購買層とはかけ離れているわよ。オープニングからしてスーファミ版とはちょっと違うぞ。拡大縮小が使えないので察してあげてね。とりあえずオプション確認。キーコンフィグはどこですか？そんなものはない。ボタン3つしか使わないから覚えられるでしょう。とりあえずコンティニュー回数は増やしておきます。なるべくミスしないよう努力はします。さて誰でプレイするのかしら。各キャラのイメージはこんな感じ。だいぶ悪意がある説明だぞ。でもダルシムが強いのは知ってるんだ。ベルスクアクションではリーチの長さは単純に強力だわ。でも今回はハガーだ。パワーで解決する。キャッチコピーは恋する怪力少女、日野誠さん。金星の人のリーチは強力だが威力はないからな。このメンツなら一番でかいのは木星だろう。木星は太陽系の中では一番大きな惑星なのよ。木星の重力圏に引き込んでやろう。全てを巻き込み粉砕するのだ。余談だけど作中でも大きい部類なのよ。木星だぞ。火星ごときがサイズ比較してんじゃねえぞ。はい、ゲームスタートなのよ。無駄に残機が多いな。必殺技的なものの消費体力が結構えぐい。チャージショットがある以外はおおむねファイナルファイトの模倣作なのよ。当たんないんだけど。足元がお留守だぜ。ちょい、おかしいやろがい。的確に上げてくる。そうそう、表示の5は残機ではなく総数なので注意してね。1の状態でミスするとゲームオーバーなんだな。了解だ。ジュピターちゃんは5人の中では最も火力が高いキャラなの。タイムアタックなどではよく使用されるキャラらしいわ。電話ボックスが破壊可能だぞ。なんも出んのんかい。特に理由のない暴力が電話ボックスを襲う。拾い食い。最近の子供は電話ボックスなんて知らないのよ。お子さんにプレイさせる際には電話ボックスは壊してはいけないことを教えてあげましょう。察したぞ。このゲームだいぶやばい。文句はレビューで聞くわ。操作性が良くないんだ。フィーリングでプレイしちゃダメだ。とにかく被弾が目立つわよ。アムロの気持ちがわかる。額がついてこないってのはこういうことなんだよ。これだわ。ノーコストの飛び道具があるんだから積極的に使用していかないとな。敵が来ないぞ。進むのよ。普通こういう場合、前進を促す何かがあるでしょう。ゴーゴーみたいなやつね。まだ敵がいるのか、進まなきゃいけないのかは、こっちでは判断がつかないからな。ちゃんとあるわよ。あるんかい。ちょっと出すのを忘れていただけなのかもしれない。そういうのざるって言うんだよ。はい、少し進んでデパートのエレベーター。おお、落ちた落ちた。どういう構造のエレベーターなのかしら。見えないけど天井の蓋みたいなところから入ってきてるんだろう。普通に入り口から入ってきたわね。どんどんリングアウトだ。これはちょっと気持ちがいい。展望エレベーター、穴だらけである。大丈夫大丈夫。少年法で守られてるから。もっと神秘的なパワーに守られて。どうやら1ボスだな。1ボス、マネギン。なんかぼちゃぼちゃ言うとりますが。会話パッドはキャラごとに異なるので、キャラゲーとしての見せ場の一つね。内容を精査できるほど原作に詳しくないんだが。そうなのね。なんか飛んできた。タキシード仮面様なのよ。影の位置、明らかにおかしいだろ。それはボスにも言ってあげて。セーラー戦仕様の影を雑に流用したんだな。帰っちゃった。ちょい、いきなりかよ。タキシードマンのバラを回収すると回復なのよ。タキシード仮面な。ぶっちゃけると原作と開始さえ知らないわ。実のところ私もよく知らないんだ。うちは仲良しよりリボン派だったからな。少女たちの中でもコロコロとボンボンみたいな派閥争いがあったのかしらね。プリキュアは仲良し方面みたいだし、派遣はそっちなのかな。
リボンって何か連載されてたの？ちびまる子ちゃんに決まっとるやろが。なんか知らない間に国民的アニメの座に座ってるわね。はい、だべってる間にイチボスがもう倒せそうだぞ。飛び道具の実で完封ね。ザーコザーコ、クソザコナメクジザーコ。タキシード仮面のバラ、コーチである。はい、タイムや被弾状況、様々な要素からプレイが判定されるのよ。A 評価、いいのか？ A 評価は最高ランクなのよ。 S とかはないんだな。はい、ステージ2、夢ランドなのよ。せっかくなので使用可能なキャラクター5人について解説するわ。 AI 先生が。変なところ AI に頼るなよ。セーラームーン、本名セレナ。怠け者で食いしん坊でちょっと天然だが心は金持ち、女の子たちのリーダーの地位に最適な候補者ではありませんが、彼女は月のプリンセスの生まれ変わりなのでそこにいます。セレナって誰だよ。どうやら海外版の名前のようね。セーラーマーキュリー、本名エイミー。学校卒業清掃大で一志望、天才レベルの知性を持ち、礼儀正しく、おそらく少女たちの狂気の冒険の中でも最も正気な人物であり続ける。必殺技はシャボンランチャー。それシーザーの技だからね。正しくはシャボンスプレー。セーラーマーズ、本名レイ。祖父の神社の巫女、幼い頃に両親を亡くした空手の訓練を受けています。悪霊を追い払う能力があり、おそらく超能力者である可能性があります。素晴らしい足です。一般的に他の女の子よりも成熟していますが、場合によってはウサギと同じくらい太ることもあります。密かに筋金入りの漫画オタク。この子は名前変更されてないのね。今しれっとウサギって言ってたぞ。セレナどこ行った？はい、気がつけば2面のモス、ジェダイトなのよ。正直雑魚の数が極めて少ないので道中はあんまりお見せする場面がないのだぜ。数分の戦いでも見たことのある展開にしかならないのよ。また来た。タキシード仮面の謎ポエム。子供の頃は意味がわからなかったけど、大人になった今見てもやっぱり意味がわからないと評判なのよ。相当に痛い感じだぞ。何しに来たん？回復アイテムの配給なら出てくる必要はないわよね。うわ、なんだこいつ、キモい。騎士感のある突進技ね。イーサンノトルダンだろ。懐かしいわね。道中からうすうす気づいてはいたんだけど、この子初段の蹴りが当たっても次のパンチがスカるんだ。遠すぎるとスカるのね。普通は先端でも当たれば通常コンボは最後まで確定するものだろう。いい感じに当たってるわよ。ダメージの8割くらいがアッパー部分なので、蹴りしか当たらない状況は実にきついのだぜ。蹴りは長いけどコンボリーチは短いのね。コンボリーチとかいう謎の言葉生み出さないで。ごめんね。いいのよ。はい、余裕の A 評価。結構側判定なのかしらね。ステージ3、高速道路なのよ。高速道路を爆走するトラックの荷台で戦うイかれたステージなの。中学生女子に何やらせとんじゃ。このステージはメガドライブ版のオリジナルステージなのよ。そうなん？フーファミ版では3面は秘密工場ね。どっから来た？後半部分はスーファミと同じく工場なのだけど、ボスが変更されているのよ。誰が出てきてもわからんけどな。うわ、知らない雑魚が来た。サガツの大御所みたいなやつ来た。そいつの名前はヤシュというみたいね。ボコボコにされてる。スクロールがマジでクソなんだけど。こんなステージなのに落ちてくれないんだな。はい、キャラ解説を続けるわよ。セーラージュピター、本名リタ。学校に住むアマゾン人、長身で筋肉質で格闘技の経験もある少女。先輩に振られてからずっと胸焼けに悩まされている。先輩に似たほぼ全ての男性に恋します。彼女のやや恐ろしい体格とおてんばな態度にもかかわらず、驚くほど繊細で優しいです。ちょっと情報量多すぎて何言ってるかわかんなかったわ。なんだよ、学校に住むアマゾン人って。胸焼けに悩んでいるのよ。年がいもなく鶏皮食いすぎた後みたいな感じかな。はい、3ボスはネフライト。なんか名前は聞いたことがあるようなないような。アニメでは比較的初期から出ていたような気がしなくもないわ。まただよ。出たわねタキシードマン。
スーファミ版の3ボスは本作では4面の中ボスに移動しているわ。ボスが増えたと言えなくもない。お前も送るな。バラだけ置いていけ。グハ。いきなりのキック。北斗の剣の雑魚みたいなキックしやがって。手長い。キックからのアッパー。ちゃんと当たれば威力はとても高い。何その3連パンチ。その距離で当たるんかい。判定がバガバやな。ダッシュストレート。予期せずぶん投げた。めっちゃ女子中学生の胸触りに来るやん。誤解のある言い方しないで。殴り殺しに来てる方が問題ありそうだけどな。くっそ。変なコンボ。必殺技を食らえ。ダメだわ、これ殴らなきゃ話にならんわ。ちなみにその必殺技はフラワーハリケーン。アニメでは未使用だけど原作には存在するってコアな技なのよ。倒した。若干のご利用し。勝てばよかろうなのだ。3ボス、ネフライトを無事に撃破なのよ。格付けチェック。評価余裕でした。つばちか。つばちか。ステージ4、スターライトタワー。なのよ。スーファミ版はムーンキャッスルね。体力最大から始まるのになんで開幕に回復落ちてんだよ。疑いもなく拾うんじゃないわよ。消えるもんでもないなら雑魚と戦ってから取るべきだったな。はい、キャラ紹介、次で最後ね。セーラーヴィーナス、本名、ミナコ。初登場時は他の女の子に比べて大人っぽく見えましたが、性格的にはウサギとそっくりで、彼女と同じくらい愚かなところもあります。長年海外に住んでおり、自警団員としての経験もある。不器用で戦闘時以外は事故を起こしやすい。電子機器、鋭利な物体、その他ほとんど全てのものから彼女を遠ざけてください。彼女を看護師や患者の世話人として決して雇用しないでください。ほとんどの女の子と同じように男性問題を抱えています。中学生が男性問題抱えてんじゃないわよ。少女漫画をなめるな。っていうかボスの会話がクソ長いんですが。スキップはありません。心に刻め。あとついでに言うとこいつは中ボスで、ステージはまだまだ続くのよ。見ての通り、最後の命、体力もほとんどないんですが。中ボスなのでタキシードマンは来ません。なんだよそれ、積んでるだろ。先に述べた通り、スーファミ版では3ボスだったキャラなのよ。3面にキャラねじ込んだ結果として4面のボスが2体になったのか。中ボス、偽セーラームーン。とりあえず軸をずらしていこう。なんだよそれ、お前小林か。負けたわ。謎のマッハチョップ。クソ、コンティニューだ。はい、コンティニューはそのステージの頭からなのよ。道中で3回もやられた。この後もステージは続くので心配なのよ。私も黙ってボコボコにされていたわけではないのだ。過酷な戦いの中、必殺技を発見したのだ。必殺技、キックを刻むだけ。連打しすぎるとコンボになるからな。いい感じにリレーをかけて蹴り続けるんだ。ちょっと割り込まれてたわね。いける、いけるぞ。千本キック。ミスった。アッパー当たったなら OK。軸ずらして再開だ。ミスったけどアッパーが想定外に強かった。はい、偽セーラームーンことゾイサイトを撃破よ。はい、4面後半戦、洞窟なのよ。1アップ落ちてた。道中でもさらに1アップ。もう体力ないけどな。ゾイサイトってのはさっきの偽セーラームーンだな。そうね、そいでこいつは彼氏のくんサイトね。敵は基本的にイケメンばかりだな。イケメンは敵、はっきりわかんだね。それは違うやろ。死んでるの。セーラー戦士は遊びじゃねえんだよ。弾の取り合いしとるんじゃけえの。これは地球と月の戦争なんじゃ。回復落ちてるけど拾えなかったわ。とりあえずはめてみようか。はい、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 ミスった。でもいけそうな感じね。ふっふふ、私の発見した無敵の必殺技を食らえ。割と有名みたいよ。はい、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 はい。地味すぎるので早送り。はい、お疲れ様した。4ボス、はめてほぼ完封である。
3フレか4フレ猶予の目押しコンボって感じだ。2フレ目押しよりは全然簡単だけど油断するとミスる。なのかよ。コンティニューした場合は再計測っぽいわね。その場でコンティニューできないのはあれのせいなんじゃないの？ステージ5、D ポイント。最終ステージだな。なんか落ちてるぞ。お、最大 HP が伸びたぞ。はい、一応の最終ステージなのだけど、主人公のウサギでプレイかつ難易度が難しいの場合はステージ6が追加されるという仕組みがあるのよ。ちなみにコンティニュー時にキャラを変更することはできないぞ。はい、ステージ5、後半戦はベリルの要塞。ここに2つ目の強化アイテムがあるのよ。めちゃくちゃ重要アイテムだと思うんだけど、普通に路上に落ちてやがるんだな。かなり伸びたわね。中央ライン超えてるだろ。2人用だとどうなるんだ。何言ってんの？このゲームはソロプレイ専用なのよ。嘘やん。昔友達と2人で遊んだぞ。スーファミ版にあった同時プレイはメガドラ版では撤去されたわ。どういう判断だよ。友達と一緒にゲームで遊ぶ。セガのハードを選んだ人間がそういった人生を歩めると思うなよ。ひどい偏見だ。エンリミオン、誰さね。タキシード仮面なのよ。正確にはエンリミオンの生まれ変わりがタキシード仮面なのよ。この人は地球代表的な人で、月のお姫様と恋に落ちて2人ともおもんするの。それでウサギが月の人の生まれ変わり的な。斬鉄は飛ばしすぎ。ダメだこいつ。無敵のキックハメに無敵技で割り込んでくるぞ。こいつには効果ないみたいね。オーソドックススタイルでやるしかないな。軸ずらしながらなぶり合いである。わっしょい。はいはい。よっこいせ。はい、喜んで。倒したわね。はい、通常モードのラスボス、クイーンベリルなのよ。中学生に愛とか語らせるんじゃないよ。読者層からすれば中学生は大人のお姉さんなのよ。小学生が主人公の漫画とかだと6年生の世紀末感がすごいよな。中学生とか関わってはいけない闇の住人なのよ。待てよ、それはおかしいだろ。はい、ダウン属性の雷が縦横無尽に効きしているのよ。これはマジでちょっとうざい。おラッパー。当たれば強い。何してんの？増えた。やばい雷増えた。ちょっと手がつけられない。ダウン。はめられとるやんか。いともたやすく行われるえげつない行為。マジでなすすべなく倒されたぞ。ダウンからダウン。幸いコンティニュー時の再開場所はボス戦から。ごめんの頭からだったら投げ出していたぞ。盾の雷出されたら積む。いけるわこいつ。やられる前にやれ。はめられる前にはめろ。地味に移動してるのでこっちも敵に合わせて微調整すると良いぞ。一回取り逃がして少し暴れられたが無事に再度はめることに成功だ。倒したわね。これでクリアなんだな。はい、一度も使用していませんがコマンド入力で出せる必殺技もあるのよ。お前それは最初に言えよ。コマンドは前上下 A なのよ。知らなきゃでないやつ。通常投げのジャイアントスイングはレバーぐるぐるで回転数が増えるのよ。なんかたまに増えてたけど回転だったか。はい、無事にクリアできたところで本作のレビューをお願いできるかしら。名作かと言われると多分違う。クソゲーかと問われればそこまでひどくない。ファイナルファイトと比較されることが多いタイトルだがそこと比べるのはちょっと分が悪いと言わざるを得ない。秒速には届かないのね。お手本となるようなタイトルはたくさんあるジャンルだがその手の一流ゲームの水準には届いていないとは感じる。操作性があまり良くなくてファイナルファイトやベアナックルの感覚で遊んでいると振り返ってないってことが多々ある。ファイナルファイト同様にジャンプ中にした要素と攻撃でダウンを取らないジャンプ攻撃を出すことができるんだがそれを当てたところで地上コンボにつながらず余裕で割り込まれるんだ。使う意味がないのね。技の意味を理解せずに形だけ真似したシステムだと感じたな。体力を消耗するスペシャル技もコストの割に有用とは言えずほとんど使用する機会がなかったぞ。キャラゲーとしてよくできているのかどうかはそこまで原作のファンではないので判断できない。100点満点で採点するなら60点と言いたいが2人同時プレイが削除されている部分でマイナス5点55点だな。はい、世界での評価を見ると最も高い評価をつけているのはフランスで60点、ドイツは43点、ロシアでは40点、日本では53点から65点、
平均57点となっているわ。割といい線いってた。そもそもセーラームーンをゲーム化するという案件で、どうしてファイナルファイトになってしまったのか、それがわからない。メガドライブに出す判断を疑え。つばちか。はい、無事にクリアできたところで今回はここまで。これ、またスーファミ版でやれとか言われない？この動画が回ったら追っかけるのもありだとは思うけど、回った動画をもう1回こすってもあまり成果は出ないのよ。変なファイナルファイトのやつだな。ヒット動画を作るにはニーズを読み切ることが大切だと言われるけど、レトロゲームにニーズもクソもありゃせんやろがい。ということで、マイペースに頑張っていこうと思います。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。 X もやってます。チャンネル説明にくっついてるリンクからフォローできるわよ。最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。質問来てない。来てないのかよ。というわけで、つばちかクイズ。唐突だな。つばちさんの今日の靴下の色は何色でしょうか？そんなのクイズにするんじゃないよ。もしかしたら気になっていて夜しか眠れない人がいるかもしれない。はい、次回も見てくれよな。おしまい。正解は、裸足。